皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は神奈川県の秦野市にやってまいりました。今日はこれからですね、弘法山という山に登ります。山に登ると言いましても標高は200メートルちょっとの低山でして、弘法山から東山という山をプチ縦走して、鶴巻温泉へと抜けるコースがこの秦野でも最もポピュラーで人気のあるハイキングコースになっているんですね。そして春は桜も綺麗な桜の名所でもあるんです。今日はですね、ちょっと満開にはまだ早いかなという時期でして、その満開のね桜の名所を楽しむのはもう少し後になりそうなんですけれども、ただね咲き始めているんじゃないかなというね期待はねできそうなんですよね。ちょっとしたお花見も楽しめればいいなと思います。それではこれから出発します。はい、秦野駅を出発しました。ここから弘法山の登山口までは歩いて行けます。秦野駅からたくさんのハイカーの人たちが登山口に向かって歩いています。今日はねお天気も良くなったので、にぎわいそうですね。川沿いに桜すごく綺麗に咲いています。登山口までの道はGoogle マップを見なくても皆さんの後ついていけば行けそうな感じでね、いいですね。迷わずに済みそうです。これから登る弘法山の山容がね見えてきました。本当にね街中からすぐね山に登れるっていうのはいいですね。便利。本当に気軽に来れる感じのハイキングコースですね。弘法山公園入り口の看板も見えました。弘法山公園入り口。弘法山公園入り口。ここからいよいよ山に登っていきます。こっちですかね。弘法山公園 1.7 キロで、ゴール地点の鶴巻温泉までは 5.6 キロの道のりです。弘法山はその名の通り、弘法大師様が山頂で修行したことから名付けられたと言い伝えられています。標高は235メートル。丹沢山塊の南端に位置し、権現山、浅間山と合わせて一帯を弘法山公園といい、これらの山々を指して弘法山とも呼びます。この3つの山をプチ縦走するコースはハイキングに適していて、登山初心者や小さな子供でも楽しめるとあってとても人気があります。弘法山からはさらに東山を目指します。東山は大和尊命が東国征伐の後に足柄に立ち寄り、自分のために海に身を投げた妻乙立花姫を偲んで、我が妻はやと読んだことにちなんで名付けられました。全国に多くある東山はほとんどが大和尊命の伝説にちなんで名付けられ、大和尊命をお祭りしています。今回はその東山も経由してぐるっと散歩コースに沿って鶴巻温泉へと降りるルートです。歩行時間は約2時間10分、歩行距離は約 7.4 キロ。それでは出発です。ここからまず階段ですね。結構急な階段でスタートです。
朝までね雨がずっと降っていたので、ちょっとね道がぬかるんでたりとかドロドロになっているところがあるんじゃないかなと思うんですよね。滑りやすそうなので気をつけていきます。まあでもだいぶ乾いてきてくれてるかな。このぐらいだったら大丈夫そうです。すごい。朝はね結構寒いなと思ったんですけれど、やっぱりちょっと動き始めるともうね体がポカポカ温まってきました。もうね1枚脱ぎました。延々と階段が続いています。結構ね段差も一段一段高いので足を上げるのにちょっと一苦労ですね。すぐね足にきます。ただなんか休まなきゃいけないっていうほどのしんどさはなくて、なんかゆっくりだったらずっとのんびり登っていける感じです。ちょっとね一休みできそうなところが見えてきたんですが、咲いてるかも。咲いてるお花見してる人もいる。やったやった。ちょっとね街も見えますね。一気にここまで上がってきました。そして咲いてますよ。いやー嬉しい。すごい。どのぐらいかな。三分咲きって言ったところでしょうか。ベンチもあるのでお花見できますね。ここいいじゃないですか。見てもうねどんどん暑くなってくるので一枚一枚やっぱり脱いでます。いやレイヤー大事ですね、やっぱりね。今はもう長袖と半袖 T シャツ重ね着これだけでちょうどいい感じですね。ここにもちょっと東屋となんか広場があります。そっか、ここ一つ目浅間山に到着しました。浅間山すごいなんか立派な切り株の看板ですね。浅間山に到着しました。まず一つ目のピークですね。でここからの眺めもねちょっと木の枝がねあるんですけれども、適度にね日の光が入ってきてすごく気持ちいいです。桜はこの辺りはもうちょっとかな。でもねこんな東屋があるので休憩どころとしてちょうどいいかも。私みたいに一人ならこんな岩の上でも良さそう。すごい咲いてるところあるかも。咲いてる、綺麗すごい。これはこれ咲いてるじゃないですか。ここはかなりいいんじゃないですか。すごい。
さて一旦ですね、この舗装した道路を横切っていくんです。ここも駐車場になってて、ここからも登れるんですね。あ、ライダーもいっぱいいる。もう駐車場もね結構いっぱいみたい。はい、ここから弘法山公園、そして吾妻山、はい、登ります。でこの弘法山公園っていうのは弘法山だけを指すんじゃなくて、浅間山、権現山、弘法山、このね、この一帯っていうのがもう全部弘法山公園となっているみたいなんですね。でね、全部200メートルぐらいの山々をね、こうプチ縦走できるっていうね、お気軽縦走が体験できるっていうのはちょっと嬉しいですよね。それでもね、やっぱりほどほど登るので、ちゃんと登山気分もしっかり楽しめます。ほら、こんな感じでまだまだ登りますよ。なんかもう上の方に八角形の建物が見えてきました。いわゆる弘法山のもう山頂なんじゃないでしょうか。なんかね、特徴的なね八角形のね展望台があるみたいなんですよね。多分その展望台だと思います。見えてきた。よいしょ。最後すごい急な階段です。よいしょ。よいしょ。わ、桜すごい。ここはもう十分すぎるぐらい咲いてる。すごい。ちょっとね、桜楽しむ前にまずね、この展望台上がって眺めを楽しみます。これね、よいしょ。これはすごい。すごい。この眺めは素晴らしいかも。ここね、はい、そこ富士山今見えない。でこれがね、ちょっとねこの間登ったんですよ、金時山。なるほど、こんな感じ。丹沢はこっちか。いや、それにしても見てください。もうこの眺め最高ですね。やっぱりね、上に登ってくると木の枝がね入ってこないので、こっちがまたすごい桜の向こうに丹沢。最高。展望台のある権現山頂上は関東の富士見百景に選定されています。この日は残念ながら富士山は見えませんでしたが、そして千畳敷とも称される広々とした広場を囲むように桜。弘法山公園一帯には1400本以上の桜が植えられています。ここでちょっとお花見休憩。広場のベンチで同じくお一人で来ていた方と一緒にお花見。なんとお団子もお裾分けしていただきました。じゃーん。すごい、お裾分けをいただきます。ありがとう。すいません。じゃあお団子ちょっと、先にすいません。私ほら、
甘いのとしょっぱいのと両方。いろいろ充実、サキイカとかすごい充実してる。待ってすごい。もうここでご一緒した方でじゃあいただきます。はい、乾杯できなくてごめんなさい。じゃあこれで乾杯。見ず知らずの方でも山で出会うとすぐに意気投合できちゃうから不思議です。この方はこの冬東北の雪山にも登られたりしてかなりのベテランさん。お互い山のお話で盛り上がり、とても楽しいお花見ができました。またいつかどこかの山でお会いできるのを楽しみにしています。お団子ごちそうさまでした。ありがとうございました。休憩してたら見つけました。どこにあるのかなと思ってたんですけども、はい、権現山です。お花見ができるね、すごいいい広場、それからねこの展望台もあってね、だんだん人も増えてきました。弘法山ハイキングコースの中で一番人気の権現山広場でお花見を満喫しました。はい、権現山でお花見をしながらちょっとねゆっくり休憩することができました。でね、同じテーブルでお一人で来ていた方とね意気投合してねインスタもつながったりしてちょっとね楽しいひととき過ごしました。ではねこの後は弘法山の方にね向かっていこうと思うんですが、そこ向かっていく道もねすごい綺麗なんですよ。見てください。もう桜のね並木道になってますね。桜のトンネル、こんな登山道もう最高すぎませんか。わー、すごい、もうめっちゃ綺麗。ずっと途切れない桜の花道。正直これほど咲いているとは全然期待していなかったので本当に感動しました。権現山でお花見をして下山する人が多いのと時間が早かったこともあり、権現山から先は人がぐんと少なくなりました。なんか山頂っぽいですよ。山頂ですね。また弘法山到着しました。でね、鐘楼がありますね。はい、時を知らせる鐘、正午3時夕刻に疲れる。なるほど、自分で勝手についていいってことではないですよ。立派な鐘があって阿弥陀仏の文字が見えますね。さすが弘法山。そしてね、度胸も、行われていますね。すごい、本当にお坊さんいらっしゃってる。嬉しい。すごい、弘法大師像が見えます。弘法山の山頂には釈迦堂があり、弘法大師像が祀られています。弘法大師御開帳の上りも立っていました。なんかすごいタイミングで来れたみたいです。弘法山はその名の通り、弘法大師様がこの山で修行を行ったことから名付けられています。この釈迦堂は比較的開かれたお堂になっているのですが、このように度胸が挙げられるのは1年のうち桜の時期に1回だけなんだそうです。檀家さんや地元の方々が釈迦堂にお集まりになっていました。そんな日にたまたま訪れることができて、なんてラッキー。他の登山客の方々と一緒に私も外から拝ませていただきました。
なんていいタイミングで来れたんでしょう。嬉しい。そしてですね、ここからはこの眺めです。なんかね、ここのテラス新しく作られたみたいなんですよね。わあ、見てください、すごい気持ちいい。秦野が一望ですね。あ、海、江ノ島見えてますね。すごい。かなりもやってましたが、海に浮かぶ江ノ島が見えました。さあ、そして山頂に井戸水汲めるところがありまして、ここの水をね汲んでいきたいと思います。父の井戸っていうね、弘法大師様ゆかりの井戸になります。多分ね、水出ると思うんですよね。ここ昔、父の出が悪く困っている母親がいることを知り、弘法大師様が念仏を唱え、持っていた錫杖で地面をついたところ、父の香りがする乳白色の水が湧き出てきました。母親がその水で粥を作って食べると、父の出が良くなったという伝説が残っています。以来、夜中に人知れず山に登り、この水を飲むと父の出が良くなると言い伝えられ、多くの人が登ったそうです。もう私は父の出が良くなる必要はないのですが、この霊験新たかな水をいただくことにしました。色は乳白色ではありませんでした。この水は一応飲めるとのことなのですが、念のため煮沸消毒した方がいいのかなと思います。私は持参したペットボトルに水を汲んで、後ほどのお楽しみにしたいと思います。それでは弘法山を後にして、この後は吾妻山へと向かいます。はい、鶴巻温泉駅、吾妻山、こっちの方ですね。吾妻山を経由して鶴巻温泉駅に降りていきます。吾妻山までの道のり、結構この後まだまだ長いみたいなんで、のんびりと人の少ない道を歩けて、すごく気持ちいいです。鶴巻温泉駅までは 2.8 キロ。吾妻山の名前が消えちゃったんですよ、途中から。違う道だったのかな。やっと出てきてよかった。吾妻山経由鶴巻温泉駅。そう、このコース行きたかった。よかった。じゃあこっちまっすぐですね。よかったよかった。合ってたんだ。じゃあちょっとね、だいぶ降りてきたので、また吾妻山に向けては登りそうな感じですね。よかった。なんかね、賑やかになってきたので、そろそろ山頂なのかなという感じです。よかった。吾妻山も桜咲いてますね。しかもね、眺めがいいかも。ここ桜も咲いてる。こんにちは。吾妻神社の石碑なんですね。はい、今20分。吾妻山到着しました。すごい、少年野球団が。すごいすごい。こんにちは。そして桜咲いてますよ。すごい。眺めが最高ですね。吾妻山、大和尊の命。
ゆかりの山になります。素晴らしい眺め。ここでようやくお昼ご飯タイムです。今回はバーナー持参。お昼ご飯は秦野駅改札出てすぐのところで買ったお弁当では、いただきます。秦野駅の改札に着いたのが朝8時頃だったのですが、改札すぐ目の前の小田急 OX 秦野店がもう開いていて、お弁当などのお買い物ができたのがとてもありがたかったです。だいぶ歩いた後だったし、景色も良くて、山で食べるご飯は格別ですね。さあ、いよいよ食後のお楽しみです。先ほど弘法山山頂で汲んだ父の井戸の水を沸かして、小田急 OX 秦野店で買ったこの海中しるこを作ります。この海中しるこ、乾燥させたあんこや片栗粉がもなかの皮で包んであって、お湯を注ぐと即席でおしるこができるんです。お湯を注いでよくかき混ぜたら出来上がり。これあんこが底に溜まりやすいのでよくかき混ぜます。熱々おしるこいただきます。この日はポカポカ陽気でしたが、山頂はひんやり涼しく、あったかいおしるこが大正解でした。弘法大師様ゆかりの霊験新たかな水で作ったおしるこ、ありがたくいただきました。はい、吾妻山の山頂でお昼ご飯、それからおしるこタイムをのんびりと楽しむことができました。で、弘法さんほどではないんですけれども、この吾妻山の山頂にもですね、桜の木が何本かあって、お花見もねできました。さあ、それではこれから鶴巻温泉の方に降りていきます。ここに分岐の看板、鶴巻温泉駅へと進みます。あと700メートル。一般道に出てきました。ここどこだ。あとは Google マップを頼りに駅まで向かいます。駅までの道の途中に確か有名な温泉があるようなんですよね。ありました、ここです。鶴巻温泉弘法の里湯。ハイキングの帰りに多くの方が立ち寄るところです。施設は有料ですが、外には無料で利用できる足湯もあります。私はちょっと帰りを急いでいたので、温泉はまた今度。鶴巻温泉駅まで降りてきました。着いた。はい、鶴巻温泉駅に降りてきました。今日は秦野駅を出発して浅間山、権現山、弘法山、吾妻山と4つの山に沿ってハイキングコースを楽しんできました。で、桜もねちょうどいい感じで咲いていて、
お花見もね楽しめましたし、なんといっても弘法山では弘法大師様の像がご開帳されていて、お坊さんが度胸を上げられているというね、そういった場面もね一緒にね居合わせることができまして、弘法大師様の像を拝むことができたのも本当にありがたかったです。そんな意味でね、弘法大師様とか、あと大和尊の御事ゆかりの地を楽しむという意味でもね、すごく楽しいハイキングになりました。唯一ね富士山が今日は見えなかったのがちょっと残念だったので、今度ねまた機会があったら富士山が見えそうなお天気のいい日にリベンジできたらなと思います。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。